こんにちは。わびナビゲーター森前です。さて今日はこの羽生内久亭本店から多くの方々のご質問にお答えする番組を作りたいと思います。海外も含めて水石に対するお問い合わせです。森前、水石ってのは切っちゃったものはダメだろ、天然のものじゃなきゃダメだろ、こんなお話もよくいただきます。確かに流通の価値は違います。ただその中になぜ切るか、なぜ切ったものを楽しむか、例を見せながら皆様に今日はご紹介したいと思います。さてこちらは羽生内久亭、今まで公開したことのない奥の収蔵庫でございます。約100坪。ご覧ください。今皆様の前におびただしいと言えるほどの水石が大小合わせて約800点が置いてあります。普段はここにいろいろなものを置いて入れ替え、この奥には食が約200基、その奥に水盤、鉢の名品、さまざまなものがある収蔵庫です。今日はこちらで先ほど申し上げた水石の切り石と産、これの内容を少しご説明します。こちらに今ご覧いただいている石は佐治川石の山形の石です。さてこの石は皆さん切ってあるでしょうか、それとも産石という天然でしょうか。ご覧入れましょう。ご覧ください。このようにそこも天然のままの石です。それをこの台座、ある程度の深さを中に掘り込んで、後ろを高くこういうふうに上げて、石の角度を決めてすっきりと入るようにしてあります。台座としても見事な名工の台座ですが、天然石の台座の一つの基本の姿です。これが産石と言われるものの一つです。同じ産石でもこの世田川のように薄い台座で、あれ切ってあるのかなとお思いでしょうが、後ろから見るとこれだけ高く台を上げています。その意味はこのように天然の川連れの石を台座の高さを前後の高さを変えて見事に薄造りに見せています。このような姿です。お分かりでしょうか。切り石というものをご説明する前に、天然石でもどのようにその石を見せてどのような台座に合わせるか、台座石の場合はその工夫が大切です。産だからといってそのままでは置けません。角度、流れ、力、そういうものを台座の中に込める、これが水石の台座作りの基本になります。なかなかそういう名工の台座も少なくなりましたが、台座石を選ばれる時はそういう台座の工夫や目利きがきちんとされているものかどうか、質と作りはもちろんですが大切なところです。さてこちらは鴨川の八瀬のご覧の通り見事な剣法の連山石です。素晴らしい石の姿、山陽の姿をしていますが、この台座の深さから言って、さて産石でしょうか、切り石でしょうか。後ろから見てもそれの判別はつきません。この石は見事に切り石としてのカットをしてあります。ところがそれがなんとなくもしかすると薄く産なのかなと思わせるのはこの台座の秘訣です。見てください。石のバランスに対してある程度の台座が深さを持っています。その深さがもしかすると掘り込んでいるかなという思いを持たせるように台座師の腕が生きている石です。このように中は本当に浅くしか切っていません。この浅く切って台座の力を出していることが切り石の欠点を隠す姿になります。この考え方は後ほど説明する水盤石にも生かされますが、台座石として大事な切り石の
深さバランスのポイントです。こちらをご覧ください。八海山の大変素晴らしい島型石です。入り江の深さ、石の古さ、石としては一級品です。押村区は下を切ってそこにすった加工をして自然に見せていますが、先ほどの台座の切り石と違ってちょっと台が薄いです。私は切り石ですと言わせてる気がします。これがせめてあと5ミリ深くちゃんと石の周りを抱え込んでいると、あれ切ってあるかなどうかなって判断がつきません。微妙なところですが、その微妙なところがその切り石を美しく飾る飾り手の心構えにもなると思います。台座もそのようなことを心がけて作ることが理想ではないでしょうか。水石には切ってあるもの、天然のもの、その2種類がありますが、どちらがいいという答えよりもどう飾るかというところに趣味家の方々は技量を磨いてほしいと思います。もちろんその市場的な価値から言えば天然で美しいものが勝っていることは当然です。かといって切ってあればいけないかというと、盆栽で例えればそれでは枝継ぎや元継ぎ、針金をかけて加工することはどうなのだということにもなります。大切なのは趣味家としてそれをどう楽しむか、また鑑賞するように飾られた他の人のものを、ああ上手だな、目利き上手の飾り方だなというところに思いを寄せる、それが本当の水石趣味ではないでしょうか。さてこれから場所を変えて切ってある石の水盤飾りのテクニックをご披露します。さて収蔵庫から応接間に戻りました。ご覧ください。今内久邸の水盤収蔵庫にあった約100枚の水盤から数点の水盤を選んでここに持ってきました。簡単に水盤と言いましても、焼き物の水盤、釉薬のもの、泥物、そして銅板、いろいろなマテリアルのものがあります。使い方、サイズによって千差万別ですが、切り石を使う時の大切なポイントもあります。それによって、この石は切ってないかもしれない、そんなことを感じさせる微妙なバランス、これを据え付けでするのが水石家の腕の見せ所と言えます。さてこちらは佐治川石の岩の島型といいましょうか。険しい姿を持つ水石としては一級品の景色です。ご覧ください。そこは平らに切ってあります。さてこの石、水盤石として生かすときに今日お伝えするポイントがあります。まず悪い例からご覧に入れましょう。このようにすっきりとした水盤、ここにこう置きます。よく水石店でもこの姿を見ますが、とても感じがよく見えます。ただ今日のポイントである切り石を飾る時という点でいうと、これだけ薄い水盤にポンと乗ってる姿、これは天然ではなくて切ってるなとはっきりと感じ取らせてしまいます。切り石を飾る時、感じ取らせない飾りが重要です。どのような100年前の名水盤を使ってもそれとその意味の価値は違います。水盤を変えてください。こちらは150年前の中国の水盤、大変たっぷりとしています。良さもあり欠点もありはこの縁の丸さの力強さです。でも力強い石を入れるときはこのようなものが似合います。先ほどのこの石をこのように据えて、これでもしっかりと力を受け止めてます。
ただしもっと大事なポイントは少しだけ埋めてあげることです。昔から庭石でも禅のお寺の庭など石をわずかな数ですねを入れるときに、石は上に見える分と同じぐらい埋めなさいと言います。なぜかというと、石がしっかりとどっしりと入っているという雰囲気が石の安定感を出すからです。不安定な石というのは山水という自然の姿の石には似合いません。特別な珍しいものは別ですが、やはり石はしっかりと安定して据えられていることが大切です。ご覧ください。わずか5ミリ下に入っているだけですが、置いただけとちょっと入れて砂でなじませるだけで、さてこれを初めて見た人はこれが切石か天然か判断がつくでしょうか。大切なのは見る側も見事な飾りだな、もし切石でもそれを感じさせない水盤との合わせ据え込み見事だなという見方。飾る方とすれば切石だけどいいんだというおごりや甘えではなくて、切石に見せない水盤との深さのバランス、ここが大切な要素です。よく片方はダメ、産がいい、切ってはダメ、こんな意見もありますが、私はそこが重要ではなく、どのように据えてどのような仕上がりを見せるか、そこが最後のゴールだと思っています。一つの参考になさってください。もう一つの例をご覧入れましょう。こちらは京都北部に取れる丹波紫雲石、紫の雲と書きます。ほとんどが切石の多い丹波紫雲ですが、この石はなんと天然の石なんです。石の層と層で剥がれたんですね。この石を先ほど使った悪い例に使った薄い水盤、これに入れましょう。天然石、薄造り、どのような姿になるか。石自身に高さがありません。そのような石を据えるとき、例えばこのようにやりますが、なかなか沈みません。この時に追い砂をします。砂を周りに追加することですね。わずかな薄い水盤で天然石の動きの邪魔な部分を消し込んであげるということですね。天然石というのは意外と据え付けが難しいものです。その時にこの力の始まりから流れ、特にこの力の始まりが浮かないことです。力が流れていく方は多少浮いていても見られますが、盆栽の粘りと同じです。引く根はしっかりとしてなければいけません。基本ですね。このように据えることで、この石の段丘、薄さ、それを生かしてますが、さてこの石が産か、この水盤の薄造りの合わせで判断できる人は私たちプロも含めて少ないでしょう。先ほども申しましたが、大切なのは据え方の良さ、取り合わせの良さを楽しむというところです。その一つの例です。もう一つの切石の取り合わせ、据え付けをご紹介します。これも佐治川の石です。そそり立つ憲法、まるで神々が住むような山を表しています。押村区はそこが切って、その後大切に水圧で加工しています。ただこの石を探して切ってくれる人、その人と最後に水石を楽しむ人の目のレベルに差が出るとき、ご覧ください。後ろにのけぞってしまっています。盆栽と同じで後ろにのけぞるのはあまりよくありません。特に石を見せたいところぴっ
たりで切ってしまいます。本当は切り石は見せたい石よりも少し多く残して砂の中に埋める、これが安定させるんですが、前に倒しながらそれを出してみたいと思います。先ほど申し上げましたように、やや沈めながらこの石の高さや力に合わせて深い水盤、その代わり縁がないのでシンプルな姿、これによって水盤の力が消えています。前に起こしながら埋め込んでいく、それによってもしかするとこの石は下にずっと天然の石が深く埋まっているんではないかと連想させます。その安定感、それが切り石を据え付けるときにとても重要なことです。果たしてこの深さのこの据え付けてみたときに、これがほんの少し下でポンと切ってあると見る人がいるでしょうか。切り石はダメだではなくて、切り石をどう楽しむか、これも水石愛好家の腕を磨く、目の技術を磨く一つの姿です。深銅板、深い銅板というのはこのような使い方の時にとても大切な道具になります。先ほど薄い水盤にのせた天然の石ですが、最後に産石切り石の時の水盤の一つのポイントをお伝えします。こんなにいっぱい水盤をなかなか愛好家は持てません。私どもは皆様にご紹介する立場として持っていますが、たくさん欲しいけどそんなに数買えないなっていう人、一つの買い方のポイントです。先ほど使った植松東水の名水盤、100年前の名器ですね。これもこの今ここにある銅板、こちらも約150年前の銅板ですが、ご覧ください。ほとんど同じ深さです。ところが焼き物と銅板の違いがあります。肉の厚さで中に入る力の量が違います。ご覧ください。先ほどはこの石を砂を周りに足して隠していました。今度は据えるとスッと入っていきます。焼き物の場合は下の肉の厚さにも限界があります。これ以上薄くはできないという厚さがありますが、銅板は思った以上にしっかりと中に砂の量、深さがあるのでしっかりと入ります。このようにすると同じ薄さの水盤でありながらずっと入っていきます。切り石を使う場合、また産石を使う場合、どちらも似たところはありますが、水盤使いとしてはもし数の水盤が持てない時、大きさでわずか3種類しか持てないんだっていう時には、埋め込みの面白い私は銅板をお勧めします。ご覧ください。さっきは砂を足しました。今は砂をどかして石の本当の裾景色を見られるようになっています。銅板使いは切り石でも産石でも上手に使える大切な道具になります。さて、切り石と産石、価値観というものは当然違います。ただし楽しむ時、飾る時のそのテクニックの楽しみ、いろいろご紹介しましたが、お分かりいただけたでしょうか。3点に据えた石、見てください。さて、どれが切り石か、記憶を消した時に判別がつくでしょうか。一番薄く据えてあるこの石が天然の石です。後ろの2つはそこがポンと切ってある石です。でもそれを判別させない姿、それこそが水盤使い、切り石の楽しみの一つとご理解ください。さて、今日のこのご紹介いかがだったでしょうか。時には水盤がなければ薄い鉢にガムテープを貼って砂を貼って自分で楽しむのも一つです。いろいろなことを試して
ご自分でチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。もし今日の面白かったな、ためになったよ、自分もやってみるよ、こんなことを思っていただければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。